地球という奇跡の惑星で生命が歩んできた道のりは、私たちが想像するよりもはるかに長く、そして壮絶です。今から約6600万年前、地球の支配者であった巨大な存在が一瞬にして、その歴史の幕を閉じました。彼らは、100、6000万年もの間、この惑星の生態系の頂点に君臨した恐竜たちです。しかし彼らの突然の終焉は、私たち人間を含む哺乳類の時代が始まるための必要。私たちは、今日およそ40億年にわたる生命の壮大な物語を紐解きます。どのようにして、無機物から生命が生まれ、どのようにして、海から陸へと上がり、そしていかにして、その強大な支配者が宇宙からのたった一度の衝撃によって消え去ったのか。それは単なる過去の記録ではなく、進化という名のドラマであり、この星の運命を決めた決定的なターニングポイントです。この動画を通して歴史の資源に触れ、私たち地球が形成されたのはおよそ46億年前。最初の数億年間、地球は灼熱のマグマの海に覆われ、生命が存在し得ない地獄のような時代でした。この太古の時代を私たちは冥王大と呼んでいます。しかし44億年ほど前、地球が冷え、大気中の水蒸気が凝結し、やがて大雨となって降り注ぎ、原始の海が誕生しました。この海こそが生命のゆりかごとなったのです。生命の起源アビオジェネシスが起こったのはおよそ38億年前の太古代だと推測されています。この時期の地球の大気には酸素がほとんどなく、メタンや硫化水素といった還元性ガスが主成分でした。深海の熱水噴出口、あるいは雷のエネルギーによって水に酸化、炭素アンモニアといった単純な分子が反応し、アミノ酸や糖といった有機化合物の構成要素が自然に形成されたのです。最初の生命はこれらの有機物を栄養源とする単細胞の原核生物、バクテリアでした。遺伝情報を伝達する絵が、タンパク質の合成と触媒作用の両方を担っていたとされるワールドの時代を経て、より安定した異を持つ細胞へと進化していったと考えられています。この単純な生命体こそが地球の環境を根底から覆す最も偉大な革命の主体となります。それは第3回イベントです。約27億年前、シアノバクテリアと呼ばれる生命体が光合成という画期的な能力を獲得しました。太陽光と二酸化炭素から栄養を作り出す。この活動は副産物として猛毒の酸素を大気中に放出し始めました。酸素はそれまでの嫌気性兼寄生生物にとっては毒でしたが、やがて大気中の酸素濃度を急激に高め、地球環境を劇的に変えていきました。この酸素の増加は古い生命体にとっては大絶滅、最初の大量絶滅を引き起こしましたが、同時に酸素を使ってより効率的にエネルギーを生み出す真核生物の進化を可能にしました。さらに大気上層で酸素が太陽の紫外線と反応し、オゾン層が形成されました。このオゾン層こそが地表に降り注ぐ致死的な紫外線を遮断し、生命が海を離れて陸上へ進出するための安全なシェルターを提供したのです。20億年にわたる長い原生代の後5億4200万年前に圏生代が始まります。この時代は多細胞生物の化石が爆発的に出現することからカンブリア爆発として知られています。わずか2000万年ほどの間に現代の動物のモンモンのほとんどが
出揃い固い骨格や甲羅、そして複雑な複眼を持つミツバムシのような生物が海にあふれかえりました。カンブリア爆発は進化が常に緩やかであるというダーウィンの前進説に一見反するように見えたため長い間議論の的でした。しかしこの爆発はそれ以前の長い進化エリアから生物群などの下地と酸素濃度の上昇、そして捕食者の出現による生態的プレッシャーが組み合わさって起きた生物進化における一種の非線形な加速現象だったと理解されています。カンブリア紀以降、オルドビス紀、シルル紀、デボン紀と生命は多様化を続けました。シルル紀には植物が胞子を飛ばし、ついに陸上へと進出します。植物が陸地を覆い始めたことで、空気中の湿度と栄養が確保されむ脊椎動物や魚類から進化した初期の獅子動物、両生類の祖先が続いて陸地への上陸を果たします。約3億6000万年前のデボン紀後期、魚類の一部が頑丈なヒレと肺を獲得し、水辺で生活する獅子動物へと進化しました。有名な化石であるイクチオステガやアカントステガは、水陸両用の生活を可能にするヒレから足への移行の決定的な証拠を示しています。生命にとって水という絶対的な縛りからの解放は、新たな時代の始まりを意味しました。続く石炭紀には、巨大なシダ植物の森が地球を覆いました。光合成の活発化により、大気中の酸素濃度は史上最高に達し、その結果巨大なトンボやムカデといった節足動物が繁栄しました。そして、この時代の獅子動物の中から、決定的な進化を遂げた系統が出現します。それが、葉膜卵を持つ爬虫類和虫類です。葉膜卵は内部に水と栄養を蓄え、乾燥から肺を守る殻を持つことで、繁殖を水辺に依存する必要がなくなりました。これは両生類に対する爬虫類の圧倒的なアドバンテージとなり、乾燥した内陸部への進出を可能にしました。古生代の終わり約2億9900万年前のペルム紀期には、すべての主要な大陸が合体し、パンゲアという超大陸が形成されました。パンゲアの出現は、極端な内陸乾燥気候を生み出し、沿岸部の生態系を激変させました。この時代、陸上では哺乳類の祖先を含む単弓類、単球類、シナプシットが支配的な地位を占めていました。しかし、この繁栄は人類史上最大の破局によって突然終わりを告げます。約2億5200万年前、地球はペルム紀、三畳紀大絶滅、通称グレート・ダイイング・大いなる死に直面しました。この絶滅の主因は、現在のシベリア地域で発生した大規模な火山活動、すなわちシベリアトラップの噴火だとされています。数百万年間にわたるこの超巨大噴火は、莫大な量の二酸化炭素とメタンを大気中に放出し、地球を急激な温暖化と海洋の酸性化、そして無酸素化の岸へ。その結果、海洋生物の約96%、陸上脊椎動物の約70%が死滅しました。この絶滅は、地球の生命史における最大のボトルネックとなり、ペルム紀まで繁栄していた単弓類の大型種は、ほぼ一掃されました。古生代の終焉は、まさに生命が存亡の危機に瀕した暗黒の時代だったと言えるでしょう。しかし歴史は繰り返します。大絶滅は、新たな生命が飛躍するための空白の日地を生み出します。古生代が
終わり中生代が始まると、爬虫類の中の総弓類層級類、ダイアプシッド、特に種竜類主流類と呼ばれるグループが回復期の生態系で優位に立ち始めました。2億5000万年前から始まる三畳紀は、恐竜の夜明けです。初期の恐竜は、後の時代のような巨大な姿ではなく、むしろ小型で、素早い二足歩行の動物が主流でした。彼らは、ワニの祖先にあたるクルロタルシ類など他の主竜類と競争しながら徐々に、その数を増やしていきました。当時の哺乳類の祖先たち初期の単弓類の子孫も存在しましたが、彼らは小さくひっそりと日陰で暮らす存在に甘んじている。恐竜が完全に地上を支配するに至ったのは、三畳紀末約2億100万年前に起こったもう一つの大量絶滅三畳紀ジュラ紀期絶滅イベントの後です。この絶滅の原因も巨大な火山活動中部大西洋マグマクエによる気候変動が有力視されており、これにより恐竜の主要な競争相手が排除されました。この競争相手の解放によって恐竜は一気に生態系の頂点へと上り詰めることになり、こうして中生代のほぼすべてを占める100、6000万年にわたる恐竜の時代が幕を開けました。ジュラ紀約2億100万年前1億4500万年前は、恐竜が真の巨人へと進化を遂げた黄金時代です。パンゲア、大陸の分裂が本格化し、ローラシア、大陸とゴンドワナ、大陸が分離を始めると、地理的な孤立が進化の加速を促しました。空を切り裂くような長い首を持つ巨大な竜脚類サウロポッド、彼らは全長30メートルにも達し地上最大の動物として君臨しました。同時に二足歩行で獰猛な肉食恐竜獣脚類テロポッドも進化し、生態系の捕食者として君臨しました。この獣脚類こそが後に鳥類へと進化する系統です。ジュラ紀末には羽毛を持つ小さな獣脚類から史上初の真の鳥類であるアーケオプテリクス始祖鳥が登場します。これは爬虫類と鳥類を結ぶミッシングリンクとして進化論の強力な証拠となりました。生命は空までも征服し始めたのです。そして中生代のクライマックスが白亜紀1億4500万年前、6600万年前です。この時代恐竜は多様性の頂点に達しました。北米のヘルクリーク層のような化石記録からは、ティラノサウルスのような究極の捕食者、トリケラトプスのような角竜鎧といったさまざまな形態の植物食恐竜が複雑な食物連鎖を形成していたことがわかります。白亜紀のもう一つの重要な進化は、被子植物喧嘩植物の出現と大繁栄です。花を咲かせ実を結ぶ植物は、従来のシダや針葉樹に代わって、急速に広がり、地球の景観を一変させました。これに伴い受粉を助ける蜂や蝶などの昆虫も進化し、生物多様性がさらに増加しました。恐竜たちは、この豊かな環境の中で、まさに地上の支配者として、揺るぎない地位を確立していました。その一方で、私たちの祖先である初期の哺乳類たちは、依然として恐竜の巨大な影に隠れて細々と生きていました。彼らは、ネズミほどの大きさで、主に夜間に活動し、昆虫や種子を食べていました。恐竜が支配する世界では、大型化することは許されませんでした。しかし、この小ささと日陰の生活こそが、後に彼らを救う最大の武器となるのです。白亜紀の終焉が近づくにつれて、
地球環境には不穏な兆候が現れ始めます。インド亜大陸で始まった大規模な火山活動デカントラップの噴火です。数百万年にわたって流れ出た溶岩は地球の気候を徐々に温暖化させたり、あるいは寒冷化させたりと環境ストレスを与え続けていました。生態系はこの長期的なストレスによってすでに脆弱な状態にあったと考えられています。そして6600万年前、人類の歴史は愚か生命史全体から見ても最も劇的で運命的な瞬間が訪れます。それは突然の宇宙からの訪問者でした。幅およそ 10km から 15km と推定される巨大な小惑星が時速数万 km と勇猛スピードで地球の大気圏に突入し、現在のメキシコユカタン半島付近に激突したのです。その衝撃の規模は想像を絶するものでした。広島型原爆の数十億倍観測史上最大の地震の比ではありません。激突により直径 180km にも及ぶチクシュルーブクレーターが一瞬にして形成されました。衝撃波は瞬時に地球全体を駆け巡り大規模な津波と山火事を引き起こしました。衝突地点周辺の近くは蒸発し、大量の岩石とゴミ塵そして硫黄ガスが大気中に巻き上げられました。このゴミとガスが地球全体を覆い尽くし、太陽の光を遮断したのです。数ヶ月あるいは数年にわたって地球は衝突の冬と呼ばれる闇に包まれ、気温は急激に低下しました。光合成は停止し、食物連鎖の土台である植物とプランクトンが壊滅的な打撃を受けました。植物を食べる巨大な竜脚類や角竜は餓死し、それらを食べる肉食恐竜もまた餌を失いました。この環境下で大型で代謝の高い恐竜たちは生き残る術すべをほとんど持っていませんでした。この大絶滅を裏付ける確たる証拠は地球上のあらゆる地層で見つかっています。それはイリジウム異常層と呼ばれる薄い粘土の層です。イリジウムは地球の近くでは極めて稀ですが、小惑星には豊富に含まれる元素です。この層が白亜紀と続く古代三紀境界の間に世界中に均一に堆積していることが判明したのです。小惑星の衝突がこの大絶滅の決定的な引き金であったことは現在科学的コンセンサスとなっています。しかしデカントラップの火山活動によってすでに気候が不安定になっていたこと、そして海洋水位の変動などの要因も複合的に作用し、恐竜の生態系が最悪のタイミングで致命的な一撃を受けたという見解が有力です。この白亜紀古代三紀大絶滅によって地球上の種の約 75% が絶滅しました。アンモナイトのような象徴的な海洋生物や海を支配していた主潮流首長竜や魚竜ギオ竜も姿を消しました。そしてもちろん鳥類へと進化したごく一部の系統を除くすべての鳥類型非鳥類型恐竜が地球上から消え去ったのです。この事件は生物の歴史を根本から書き換えました。地球は一瞬にして巨大な存在が消えた生態系の真空地帯となったのです。この空白が次の時代の主役となるある種の生命にとって最大のチャンスとなりました。さてここからはこの大惨事を生き延びた者たち、特に哺乳類の祖先に焦点を当ててみましょう。なぜ恐竜が絶滅したのにネズミのような小さな哺乳類は
生き残ることができたのでしょうか。彼らの生存戦略は、皮肉にも彼らが恐竜の時代に強いられていた地味な生活そのものにありました。第一にサイズです。体温を維持するために、大量の食料を必要とする大型動物に比べ、小さな哺乳類は少ない食料で生存できました。また、地中に掘った巣穴や洞窟に隠れることで、衝突直後の熱波や寒さから身を守ることができました。第二に食性です。植物の葉や実が枯れても、哺乳類は昆虫や恐竜が食べなかった腐肉など、多様な食物を利用できる雑食性や腐食性の種が多かったため、食物連鎖の崩壊から比較的影響を受けにくかったのです。第三に繁殖です。哺乳類は卵ではなく体内で、子育て授乳を通じて手厚い保護を行います。これは不安定な環境下で生存率を高める重要な要素でした。彼らの持つこれらの特性は、恐竜の時代には弱さとみなされましたが、環境が崩壊した瞬間強さへと反転したのです。鳥類非鳥類型恐竜から進化した唯一の系統もまた、小型で羽毛を持ち、飛ぶ能力を持っていたため、絶滅を乗り越えました。彼らは、恐竜が消滅した後も空という日地を維持し続けました。しかし地上の支配者は、間違いなく哺乳類へと移行したのです。6600万年前、地球は新生代へと入りました。これは哺乳類の時代の始まりを意味します。かつて恐竜が占めていた巨大な生態学的日地が丸ごと空っぽになったことで、生き残った哺乳類は爆発的な進化適応放散を遂げることになります。絶滅イベントからわずか数百万年後、哺乳類は急速に大型化し、多様な形態へと分化しました。かつてはネズミほどの大きさだった彼らは、地上最大の草食動物として、新たな頂点捕食者へと進化を遂げていきました。この中からひづめ類有定類が、生まれ現代の象や馬の祖先となります。また、一部の哺乳類は、再び海に戻りクジラへと進化しました。さらに、重要なことに木の上で生活する霊長類が、この時代に誕生し、これがはるか遠い未来の人類の祖先となるのです。恐竜が支配した中生代の100、6000万年は、彼らの進化がほぼ停滞していたとまでは言いませんが、哺乳類のような小さな存在が出番を持つことは許されませんでした。しかし、絶滅という突然の宇宙的なアクシデントが、この構造を破壊し、進化のバトンを哺乳類へと強制的に渡したのです。もし小惑星が地球をそれていたら、あるいはその衝突が1000万年早かったり遅かったりしたら、私たちの世界は全く違ったものになっていたでしょう。この事実は、進化の偶然性コンティンジェンシーという概念を強く示唆しています。生物の進化は優秀さだけで決まるのではなく、巨大で予測不能な環境の変化すなわち運によっても大きく左右されるのです。私たちが今地球の支配者として存在できるのは、かつての支配者が宇宙からの不可避の運命によって道を譲ってくれたからに他なりません。これは歴史が持つ最もドラマチックな教訓の一つです。ここで恐竜の時代の始まりと終わりオタの大絶滅と比較してみましょう。地球の歴史上ビッグ5と呼ばれる5つの主要な大量絶滅が知られています。その中でも古生代を終わらせたペルム紀
三畳紀大絶滅。絶滅は、海洋種の96%が失われた文字通りの生命史上最悪の出来事でした。これは、主に巨大火山活動によるもので、比較的長期にわたる環境ストレスの結果です。対照的に、絶滅は、長期的なストレスデカントラップも関与していたとはいえ、その最終的な致死的な要因は、小惑星の衝突という単一の急激な出来事でした。つまり絶滅の原因は、火山活動という地球内部の要因であることもあれば、小惑星という宇宙の外部要因であることもあり、常に変化しているのです。これらの絶滅は、歴史を定義し、新たな生物群に進化のチャンスを与えるリセットボタンの役割を果たしてきました。進化とは安定期にはゆっくりと進みますが、危機的な状況下では、生き残ったものが急速に多様化する断続平行説断続へ移行説のモデルによく当てはまります。カンブリア爆発も恐竜の時代の始まりも、そして哺乳類の時代の始まりも、すべてはこのリセットのサイクルに従っています。そして恐竜が残した最も重要なレガシーは、彼らの一部が現代の鳥類として生き続けていることです。鳥類は恐竜時代の獣脚類の進化の最先端であり、彼らこそが絶滅の壁を乗り越えて現代にまで続く唯一の恐竜の子孫なのです。私たちが空を見上げるとき、そこに飛んでいるのは、進化の過程で小型化し羽毛をまとった恐竜の子孫たちだと言えるでしょう。この壮大な歴史を振り返ると、私たちは現代社会が直面している課題についても深い教訓を得ることができます。地球の生物多様性は環境が安定しているときに最大化されますが、一度臨界点を超えた環境変動が起こると、回復には数千万年という途方もない時間がかかることが分かっています。現代、私たち人類は自らの活動を通じて地球の環境に大規模な変化をもたらしています。気候変動生態系の破壊、そして資源の枯渇、これらは過去の大絶滅、火山活動や急激な気候変動と同様の長期的なストレス要因となりうるのです。恐竜の時代は100、6000万年という驚異的な長さで続きましたが、その支配はたった一つの偶然の出来事によって終焉を迎えました。これはいかなる支配的な生命体であっても、地球のシステムが崩壊すれば、その存続はもろもろいということを示しています。哺乳類は恐竜の陰で生きることを強いられたがゆえに、その小ささと柔軟性によって危機を乗り越えることができました。この適応性と回復力こそが、私たち生命の歴史における成功の鍵であり続けています。生命の誕生から恐竜の絶滅に至るまでの道のりは、まさに奇跡と偶然、そして大破壊の連続でした。38億年前に海で生まれた細胞が酸素革命を経て複雑化し、カンブリア爆発で骨格を得て地上の過酷な環境を生き抜き、そして巨大な支配者を生み出しました。しかし宇宙の力が一瞬にしてその支配を終わらせ、新たな生命の波を呼び寄せたのです。もしペルム紀の大絶滅がなければ、単弓類哺乳類の祖先がそのまま地球を支配していたかもしれません。もし絶滅がなければ、私たちは巨大な恐竜の足元でいまだに小さな影として生き続けていたかもしれません。歴史は必然と偶然の複雑な両綾で織りなされています。巨大な恐竜の時代が
終わり哺乳類の時代が始まったのは、偶然の衝突という宇宙のくじ引きの結果でした。その結果、私たちは今ここに立っているのです。私たちは地球の歴史という壮大な図書館の中で、ごく短い最新の章を生きているに過ぎません。しかし、過去の時代、特に恐竜たちが、その支配を築きそして失った歴史から、学ぶべき教訓は計り知れません。生命の力はいかなる危機に直面しても消えることはありませんが、その形と支配者は常に変化し続けるのです。遥かなる太古の海で生まれた小さな細胞から巨大な恐竜の支配を経て、私たち人間の祖先へとつながる進化の道筋は、まさに想像を絶する旅でした。この途方もない時間の流れの中で、私たちが今を生きていることの重みと奇跡をどうか感じていただければ幸いです。最後に重要なお知らせがあります。この動画は、歴史教育及びエンターテインメントを目的として作成されており、特定の政治的宗教的立場を支持するものではありません。歴史的出来事には、諸説あり新たな発見によって解釈が変わる可能性があります。また、演出上の理由から一部の会話や状況を再構成している場合があります。過去の歴史から学びより良い未来を考えるためのきっかけとしてご覧いただければさ。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。壮大な生命の物語は今もなお私たちの中で続いています。また次の資源なる歴史の旅でお会いしましょう。